フライトジャケット塾開講です。バズリキソンズ亀谷です。よろしくお願いします。塾長よろしくお願いします。お願いします。かっこいいのが前にダンとありますが、はい。これはですね、インターミディエートの代表的なジャケットと言いますと、インターミディエートですね。はい、中音域ゾーン、中音、低中高の中音域。真ん中ですね。はい。摂氏10度からマイナス10度まで、10度からマイナス、はい。はい。飛ぶ目的で開発されたフライトジャケット。はい。代表的なジャケットといえば MA1。インターミディエートの代表格が MA1 になるんですね。まあ皆さんよくご存知のところですね。なるんですけど、そこから遡っていくとですね、はい。スタートがこのジャケット、ムートン製なんですね。はい。タイプ B6 っていう。もうじゃあ MA1 の祖先が B6 と、そうなんですね。いうことになるんですね。はい、陸軍航空隊が採用した1939年から1943年まで。結構4年間、まあそうですね。長めですよね。はいはいはい。で B6 のこのディテールなんですけど、そちらにある B3、はい、極寒地用のヘビーゾーン、そうですね。はい、それと比較すると B6 というのは毛足が短くてですね。毛足が短いっていうのはこの毛ですよね。はい、毛の長さがはいカットされてる。そう、あっちはヘビーゾーンなので割と毛足が長くてですね、はい、B3 と比較するとちょっとだけ短め。まあ動きやすく中音域ゾーンっていうのを意識してるなっていうのは分かるんですけど、はい、ムートンといえば羊の皮なんですけど、シープスキン、羊の皮なんですけど、通常のレザージャケットですと、はい、その銀面というか表面をそのまま表に使うじゃないですか。ゴートスキンとかホースハイドとか。そうですね。はい。これは羊さんを裏返ししてるんですね。はい、羊はこれがひっくり返った状態、毛が外ですもんね。はい、それを内側にしてる。内側にして、はい、で強度を高めたり、あとはその汚れを目立たなくするために、はい、裏側にコーティングされてる。もう全く一枚の皮ということですね。はい。はい、あとは肩にこういうエポレットがあったりですとか、はい、まあ、あとは寒い時にはこう襟を立ててですね、顎ストラップ、チンストラップですね。はい、まあ、これちょっと今回の製品とはちょっとディテール違うんですけど、これ、はい、僕が普段着てるやつファーストサンプルなので、製品はもうちょっと濃いめの色になるんですけど、まあ、あとはスラッシュポケット、まあ、ハンドウォーマーとかちょっとしたものを。これ便利ですよね。はい、で袖口がですねスナップボタンで風の侵入を防ぐ、はい、調整できます。これ2つついてるので、はい、太さをですね。そうなんです、はい、とあとフィット感を高めるために脇のところ、裾にこういうジッパーがついてて、こう両サイド、はい、サイドベンツのような形ですもんね。今度は後ろですね、このアクションプリーツ、はい、この肩の部分、はい、これがあることですごく動きやすいジャケットなんですね。であとはこの革のつなぎ目というのはこういうホースハイドを使ってパイピングされてる。ずっと袖までありますもんね。これが、はい、このテープの下っていうのはラグミシンといいまして、はい、ムートンとムートンをつなぎ合わせた上からこのテープで伏せてるっていう。それはやっぱり耐久性の問題ですか。強度面ですね。この B6 はですね、はい、先ほどの B3 と比べると、まあ、毛足が短い分と、あと全体のフォルム、カッティングですね、はい、がまあ、B3 は重厚感がどちらかというとあるんですけど、それよりもなんかこうフィット感があってすごくスマートな感じなんですよね。これ着用ストーンとこう切れますよね。はい、すごくシルエットも綺麗で、かなり防寒性も高いので、真冬にこれ1着持ってたら。そうですね、はい、中はちょっと気抜いてる時でもすっごい暖かいですからね。暖かいです。私もずっと B6 実はバズリクソンズの昔から20年ぐらい前のモデルですかね、あれ、はいはい、長いこと愛用させてもらってるんですけど、はい、非常にこう活用幅が広いジャケットで動きやすくて、重すぎない、そうですね、本当に程よいジャケットだなと思ってきてるんですけど、このタイプ B6 はですね、先ほど冒頭でも紹介したんですけど、1943年までの採用、で、同じ年も1943年には、このあとシープスキンの後のコットンツイルの B10 というフライトジャケットがもう採用されるんですね。これに変わるものが出てくると、はい、同じ年に。ということはですね、B6 も採用している間にもう次のジャケットが開発されてたっていう。こう重なっちゃってる部分があると。当時はムートンの調達が難しくなったとか、はい、
まあ、諸説いろいろあるんですけども、やはりその軍のフライトジャケットっていうのは時代とともにより軽量で動きやすく、でなおかつ丈夫で、なおかつ生産性も加味されてとかいうのがあって、布製のフライトジャケットに変わっていくんですね。全身がこのムートンを使った素材、でその後に出てくる布製のフライトジャケット B10 というのは、シェルがコットンツイルで、裏地にアルパカモヘアが採用されて、で襟がですねまだこの名残があって、襟だけムートンを使ってるんですね、この G1 みたいな同じような感じで、でシェルがコットンっていう、そこに進化すると、まあ随分様相が変わりますよね。そうなんです。でジャケットを構成するときにですね、割とこう重厚感あるじゃないですか、レザー製なので。でそれがコットン製プラスアルパカになることで、まあ縫製する時も比較的縫製しやすくなるっていう。着るばっかりじゃなくて、作りやすさも重要なわけなんですね。そうなんですね。でこのシープスキンの採用が終わってすぐコットンツイルの B10 に変わっていきます。これがコットン製インターミディエイトフライトジャケット B タイプ B10。ガラッと変わりましたね。変わりましたね。ここからここへ B6 から B10 へ。形はですね、同時期ぐらいの海軍系統で ANJ3A とか AN6552 とかそっちの話にちょっと戻っちゃうんですけど、こういう G1 タイプの祖先に近いようなものですよね。共同陸軍海軍共同目的ということで、AN というアルファベット頭文字が使われてるんですけど、実際にはですねほとんどが海軍に採用されて、AN とつくものは、で陸軍航空隊はその形だけこのインターメディエイトゾーンのこの B10 に落とし込んだっていう。だからほぼ外観の正面から見ると、松島さんが着てるその G1 とほぼ似てるんで、同じ G1 系統 G1 系統ってその背中側にアクションプリーツがあるんですけど、これは裏地アルパカモヘアを使ってるので、プリーツがないんですね。ああ、そっか。アルパカモヘア必要なかったわけですね。であとは、まあ、フロントのこういうパッチポケットほぼ G1 一緒ですね。と、前立てもですね G1、こういうふうにジャケットの着丈の半分ぐらいまでのウィンドフラップと、内側にですねこの収納ポケット片側に G1 もついてるんですね。そうなんですよ。あとは脇の下のカッティングとかもですねこんなふうに、これもまあ G1 とねプリーツになってるわけですもんね。そうなんですよ。でチンストラップもそのまま継承されてて、で先ほどちょっと触れたんですけどムートン製の名残をまだ組んでて、襟だけまだムートンが残ってるっていう。まあムートンがすごい供給が大変になったとはいえ、襟ぐらいだったらいいだろうっていうことだったんですかね。でライニングはこの防寒性の高いアルパカモヘアウールパイル。いや、そうか。改めて説明していただくと B6 の後継と言いながら、まるで G1 の後継のような顔をしているという。そうなんですよね。ちょっと変わり種といえば変わり種ですね。B10 と B6 のディテールなんですけどね、エポレットがまだ残ってたりですとか、このエポレットっていうのはやっぱこれがあるだけで軍服っぽい、そうですね、制服っていう感じがしますよね。あとは袖先ですね。先ほどの B6 はスナップボタンで調整するという感じだったんですけど、今度はコットン製に変わったことでこの輪編みのつなぎ目のない輪編みのチューブリブ、輪編みっていうのはこう靴下みたいな、そういう作り方ですよね。筒状になってて、つなぎ目がないんですね。ですからこう着用した時にストレスもかからないですし、ここのボリュームでなんか摩擦でなんでしょう、擦れて穴が開くこともないっていう。あとはライニングの脇の下、そのアルパカモヘアをくり抜いてですね。くり抜いてるんですか。これ縫い合わせてるんではなくて、くり抜いて脇の下がこう運動性を高めるためにゴロゴロしないように、滑りのいい04コットンツイル
も使ってるんですね。ほほほほ。この辺りもですね、手の込んだなんか作りしてるなっていう細部まで見るとよくわかります。はい。非常にこの B10 っていうのはそういう意味ではディテールの見どころも多いジャケットですね。はい、まあ、ムートンからこのコットンのシェルに変わって、まだまだこうインターミディエイトゾーンはそうですね。進化を続けていくわけですよね。B15 シリーズ A、B、C、D っていうアルファベットに末尾にアルファベットが付加されて、その最後に MA1、ボアが取れてという、すごい種類が多いですね。そうなんですね。フライトジャケット塾としても勉強することが一番多いのがこのインターミディエイトゾーン、一番そのアイテムもこう幅広いですし、時代のその変遷とともに変わっていく、目まぐるしく変わっていくこう醍醐味っていうか楽しめるインターミディエイトゾーンはいろいろ揃えたくなっちゃいます、私なんかは。そうなんですよね。あと素材の変化もありますし、ディテールの変化もありますし、なおかつ保温性もありますので。そうですよね。冒頭言ってたマイナス10度から10度って、日本の冬にはぴったりですもんね。ぴったりなんですよね。ですから何種類かこう好みのジャケットを見つけていただいてですね、フライトジャケットのその良さというか、機能的である着やすさであり、っていうところを一番楽しめるジャケットかなという自分では個人的には思ってます。インターミディエイトゾーン、そうですね。しっかり頭に入れておきたいと思います。それでは今日の講義はこの辺りで。ありがとうございました。ありがとうございました。